いつまで寝ておる。さっさと起きろ。ちょっと遠出するからついてこい。何を涙しているのだ？そうか、デーだ。これから遠出をする。思い立ったが吉日とも言うからな。ついてこい、健介。遠くだ。言いたくないから黙っている。美月にも麦穂にも内緒で出ていく。だから友をしろ。よい。我は10年後のために今動くのだ。文句は言わせん。やかましく言われるのが嫌だ。へっ、子供で悪いか。人としての経験は美月たちの方が上かもしれんが、好かんもんは好かんのだ。多くはいらん。健介隊の主要なものを連れて行くだけでよい。そんなもの我が一筆書いておけばよい。とにかくさっさと起きろ。おい健介、貴様刀を帯びたままで寝ていたのか？うん、だがここに何をもだえて。このうつけ者、何を朝っぱらから発情しておるのだ。貴様は盛りのついた犬か。嘘をつけ。なぜあんな鉄よりも硬かったのだぞ。本当か？本当に男ならばあんな風になるのか？後見、何のことだ？それ？いつからだ？そうか。ならば思い残すことはないな。そこに直れ！寝切りにしてくれるわ！うるさいうるさいうるさい！好きな男に見られて死にたいと思うから刀を抜いたのだ！貴様を殺して我も死ぬ！安心して死ねい！当たり前だ！死ね！いや、我が殺す！共に土くれとなれば寂しくもあるまい！安心せい！かわいいとか言うな。この知れ者め！抜きりにしてくれるわ！ああ、はいはい、落ち着きなさいクオン。照れ隠しに逆ギレしても噛んでいたら迫力も何もあったものじゃないわよ。ゆいなー、助けろ！心配しなくてもいいわ。
可愛いって言われて恥ずかしくてどうすればいいのかわからなくなっただけよ。まったく、あれから年月も経ってるのにそういうところは全然変わらないんだから。母に褒められた時にもね、こういう風になったの。昔から家中からはバカにされて背かれて、そんなことを繰り返しやられていたクオンは自分を褒めてもらえるなんてことがなかった。悪評ばかりだったのよ。クオンは自分なりにしっかり考え正しいと思った振る舞いをしてただけなんだけど、それを他の人が理解しようとはしなかったの。だから私の母斎藤利政と出会い、認められて褒められた時にね、こんな風になったのよ。まあね。そんなことはないぞ。別に我はいつもと変わらん。何を勝手なことを言うか。私の背中に隠れながら言っても全く説得力ないわよ。ほら、すねるのもいい加減にしなさい。健介に用事があるんでしょ。さっさと言わないと美月や麦穂が事態に気づいてしまうわよ。それは嫌だ。ならさっさとしなさいって。健介、我についてくるがよい。堺に行く。その後都に寄るつもりだ。美濃を平定した今、将来のことを考えるため広く世を見て見聞を広めたい。堺の商人どもとつなぎを持ちたい。今後は米中心ではなく銭を中心に全てを動かす。鉄砲、玉薬、武具だけでなく官位や剣官どもの指示は米では買えんが銭では買えるからな。言えば反対する。だから言わん。それに家中の者には内緒の方がいいのだ。我を狙う者たちの耳にも入りづらいであろうからな。今からだ。今すぐに出る。徳用意せえ。それならばすでに手配は完了しておりますよ。あれだけ大騒ぎがあれば誰でもと言いたいところですが、ヒヨとコロの2人はまだ眠っておりますよ。健介様1人分の馬と2打の準備はということではありますが、すぐにご出立できます。路銀などを準備した後、ヒヨとコロの2人と共に後を追いますれば、お二人は先にご出立くださいませ。主の望みを叶えるお手伝いをする、それが私の役目でありますれば。半兵衛九郎。は。というわけで
健介様が先にご出立を。よい。私は留守番よ。美月と麦穂相手に時間稼ぎをしなくちゃいけないし。頼むぞゆいな。頼まれましょう。では行くぞ健介。健介様、お荷物はこちらに。幾ばくかのロギンも入っておりますので、なくさないように。それとこちらが今日までの地図となります。手形は準備できておりませんが、合流の時にお渡しできるでしょう。また美濃港北については無事に通れますが、江南や大和国については注意が必要です。観音寺の六角商店と市議山の松永か。では今浜で合流した後、琵琶湖を船で移動するか。それが良いでしょう。決まったな。では行くぞ健介。みちみちお気をつけてくださいまし。健介、はよせ。任せておきなさい。いってらっしゃい健介。なんだ？そうだな。まずは美濃を統治し、その後多方面を同時に攻略することになるだろう。尾張、美濃両国を抑えた我の当面の敵は伊勢の坊主と一騎手、それに江南の六角、越前の朝倉、その三勢力だ。北の浅井には我の妹が腰入れしておる。まず敵に回ることはなかろう。できる。小心者の嫌いもあるが、まっすぐで純情で根はとてもいいやつだ。まだ決まっておらんが、最初は伊勢だな。そういうことだ。しかし伊勢については我は動かん。麦穂に任せるつもりだ。ああ、だが六角はなかなかの勢力。織田だけでは難しいゆえ、浅井にも助力を頼むつもりだ。そこはすでに手を打ってあるから心配するな。当面は西に戦力を集中できるだろう。なんだ？浅井に何か用でもあるのか？やらしいことを考えてはおらんだろうな。そういうことではないが、朝のようなことがあっては、長政はな、我の妹が嫁いでおるのだから無体は許さんぞ。
わかった。ならば用が済んだ後、帰り道で時間があればつないでやる。お頭、お待たせしました。まあ、お頭ひどいですよ。そうですよ。どうして私たちをほったらかしていくんですか。ようやく追いつきました。早馬はどうにも慣れていませんので。大義任す。了解です。それで健介様、目的地はどこです？まずは堺に向かうつもりだ。大津より堺まで馬ならばおよそ1日。比較的早く到着できそうですね。堺か、一度行ってみたかったんですよね。こらこら、遊びじゃないんだから。浮かれてるとヘマしちゃうわよ。そうだった。ごめんなさい。構わん。ギラギラした目で我を守られてもそれはそれで目立つからな。肩の力を抜いて少し物騒かもしれない物見湯さんとでも思っておけ。当然だ。港があれば人と物の両方が動き、動くからこそ銭が落ちる。銭があるから。大津は主に近江の水運や漁獲を生りにしていますが、それに加えて東山道、東海道を使う陸運が主な収入源となっているんですよ。安く仕入れ高く売るためには物を動かし続けて少しでも高く売れる場所を探さねばならん。商人というのは勤勉でなければ務まらんということだろう。船に酔っちゃったみたいで。ならばちょうどよい。茶屋で少し休むか。ご迷惑をおかけするのは嫌ですから、このまま堺に向かいましょう。オーケー。我も少し腹が減った。気にするな。すみません。休憩するならいいところがありますよ。少し北に行ったところにお団子の美味しいお店があるんですよ。そこで休憩しませんか？任せよう。ではこちらへ。なかなか楽天的な人だね、君は。当然といえば当然だろう。地方でさえすでに下克上の世になっているよ。まあそういう世だからこそ、私のようなスロー人にとってはありがたいんだけどね。そう、仕官先を探して西は周防の国から東は陸奥の国まで行脚の旅さ。
仕官することあたわずってね。まあ無能な我が身を呪ってみても仕方ないからね。努力あるのみさ。機内の勢力を片っ端から回るつもりだよ。どこかに引っかかるといいんだけれどね。心強いね、それは。ただここ最近機内の治安は悪化していると聞くんだよね。少々不安だよ。あれ、知らないのかい？機内で流れる噂を。存外耳が悪いんだね、君。お代は高くつくよ。やれやれ、安く買い叩かれたものだ。機内、特に都では今水面下で権力争いがあるんだよ。足利久保義輝様と三好首里太夫の間でね。どちらかというと首里太夫が優勢らしくてね。一触即発な状況らしい。おそらくね。ここ最近機内では地震が多発しているとも聞く。良くないことが起こる兆しなのかもね。どうやら大和のあたりで大小の地震が多発しているらしいよ。機内の人々も不安がってるんだとさ。と言ってるそばからこんな感じで毎日一度は地震が起こるらしくてね。不安になるのもうなずけるだろう。こればかりは天のみぞ知るさ。さて私はそろそろ行くよ。団子ごちそうさま。そちらこそ旅の安全を祈ってる。じゃあねお兄さん。